皆さんこんにちは。僕の名前はピータロー。よろしくお願いします。先日コンデンサーマイクを解説してもらって、スペックをしっかり読んだり他の製品を調べるうちに、リボンマイクなる種類のマイクの存在を知りました。リボンマイクと聞いて浮かんだのはこんなものですが、ちょっと違うような気がします。先日の動画で解説をお願いしたミュージックプラント筑波店の大谷さんに相談したら、ミュージックスクールの馬場先生と協力して比較解説してくれました。よろしくお願いします。いらっしゃい。大谷さん、リボンマイクってこれのことですか？いや、これはリボン付きマイクだね。だいぶ違う。ですよね。そもそもどういったマイクをリボンマイクというんでしょうか？じゃあちょっとリボンマイクの解説もしましょうか。お願いします。マイクというのはそもそも音波を電気信号に変換する機材と言っていいと思いますが、リボンマイクやムービングコイルマイク、コンデンサーマイクというのはそのトランスデューサーの構造での分類です。コンデンサーマイクは2枚の金属板を近距離に配置し電圧をかけ、コンデンサー構造を形成させます。音波がこの振動板を振動させることにより静電容量が変化し、その変化を電圧の変化として取り出します。このため使用に際し電源が必要となります。ムービングコイルマイクはおそらく最もポピュラーなマイクで、一般の方が目にしたり使用することがあるのはほとんどこのマイクだと思います。ムービングコイルマイクはその名の通り、音波がコイルを振動させ、永久磁石との電磁誘導で電気信号を生み出します。コイルがコンデンサーマイクのダイヤフラムに比べて重たいので、広域特性はあまりよくありません。またカット特性と呼ばれる特性もコンデンサーマイクに比べると若干悪いです。リボンマイクは永久磁石との電磁誘導で電気信号を生み出すところはムービングコイルマイクと同じですが、可動部が薄い金属箔になっています。これが名前の由来です。広域特性はコンデンサーマイクに劣りがちですが、リボンの動きに制約が少ないためカット特性は良く、コンデンサーマイクで高音圧なソースを収録した時にたまに感じられるコンプレッション感が少ないのが特徴です。オープンな感じとよく言われます。周波数特性がコンデンサーマイクの方が優秀で、リボンマイクは大音圧に弱く補完に慎重を要することから、一時期コンデンサーマイクと頑丈なムービングコイルマイクに主役を奪われていましたが、レコーダーの進化や新素材をリボンに採用するなどにより、その良さが見直されてきました。長期にわたって生産しているメーカーもありますが、1990年代後半くらいから各社がいろいろ新製品をリリースしている状況です。歴史は古く、1920年代にはもう製品があったそうですよ。へえ、他に特徴ってあるんですか？そうですね、構造上基本的に相指向性になるのが大きな特徴といえば特徴ですかね。そうじゃない製品もなくはないですけどね。この間の動画に出てきた指向性ですね。そうそう、よく覚えていましたね。へへへ。さて、うんちくはこれくらいにして収録の解説に移りましょうか。はい、お願いします。僕はリボンマイクをドラム録音の際のルームマイクやギターアンプの録音、トランペット、トロンボーンなどのリップリードの楽器に使用することが多いのですが、今回はギターアンプの収録に使用してみていきたいと思います。今回演奏を担当してくれたのは馬場先生です。エレキギターの音ですから、クリーン、クランチ、オーバードライブ、ディストーションの4種類に関して比較したいと思います。比較用に手話の SM57、AKG-C414XLS の音も収録しましたので、参考にしてもらえるかと思います。またリボンマイクに関しては、緩やかにロールオフする広域をカバーする意味でも EQ を施すことが少なくありませんが、今回はノーイン Q で収録しました。エレキギターは演奏家のピッキングニュアンスなどで音が容易に変化しますので、
今回は DI にて一度 LINE 収録を行い、それをリアンプする形でギターアンプから再生収録しました。
はい、クリーンサウンドを16本分聞いていただいた感じですけど、馬場先生、いかがでしょうか。そうですね、全体的にやっぱりその57とか、はい414はいと比べると、はいなんでしょう、コンプ感っていうんですか、そのリボンマイク特有のこう、はい抑え込んでくれる感じというか、はいはいっていうのが聞いてる感じですよね。はい、共通してありますね。ですよね。だからはいそれが別になんていうのかな、ただただ音量を抑えてるわけじゃなくて、はいニュアンスとかを残しつつしっかりこうなんていうんでしょう、言い方がちょっと適切な言い方見当たらないですけど、コーティングしてくれるというはい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 かっていう感じがあるので、はいギタリストとしては多分気持ちよく弾けるんじゃないかなあーっていう、今回リアルタイムにこうモニターしながら弾いたわけではないですけれども、はいおそらくリアルタイムにモニターしながら弾いたらすごく気持ちいいマイクなんじゃないかなっていうのがリボンマイクの第一印象第一でしたね。あーなるほどなるほど。ちなみにこのざっくり16本の中からこう、まあお気に入りのというか、まあインプレッションでこうインプレッシブなものと選ぶというと、どれになっていく感じとかあります？これちょっと聞いた順番にとりあえずちょっと引っかかそうですねった、引っかかった感じでいきますと、はいAEA の、はいR84、はいはい、それから、ロイヤーの、R122、はいそれからですね、あと ごめんなさい、ササーマーの、はいVL37A、はいはい、この3つがちょっとクリーンに関しては引っかかった感じですね。はい、なるほどなるほど。これ多分全部これアクティブですかね、僕が今言ったやつ。そうですね、アクティブ回路ですね。はい、だからなんとなくクリーンに関してはそのアクティブの感じがすごく生きてるのかなという気がしました。そうですね、ダイナミックマイクとかで録音するとともするとこう細くなりがちなところが、リボンマイクのそのアクティブ回路、リボンマイクかどうかともかくアクティブ回路によってこうちょっと中域の艶みたいなものがあって、そうですね。後で何かこうコンプを足したりとか、EQ をかけて太くしたいとか、リバーブでごまかす、クリーンでディレイをかけたいとかっていうよりも単体として出した時にこう恥ずかしくないっていうんですかね、ボーカルの方がその歌をソロで出した時にいやリバーブちょっとかけてちょっと裸一貫みたいな感じで恥ずかしいっていう感じがなくなってこうより好みの音に近いというか安心できる出音っていう感じになるのかなっていう印象はありますね。ギタリスト的にはクリーンを作る時に一番難しい、作るというか、取ってもらうのにすごく難しい成分の一つにもちっとした成分っていうんですかね、ちょっと言葉でしか表現できないですけど、わかりますわかります。はい、その部分がその今言った3本のマイクはすごく出てたなっていう。はい、あとはなんかちょっと、いわゆるアクティブじゃないもの、パッシブのものっていう言い方でいいのかな、に関してはちょっとこうスカッとしたというか乾いた感じっていう印象があるので、それはそれですごくいいんですけど、今回そのもちっとした感じが、出てたらいいなっていう思いながらこう弾いてた部分もあるので、はい、そういう意味ではこの3本すごくお気に入りですね。確かにその乾いた感じというか、あと枯れた感じっていうんですかね、なんかこうそういう雰囲気が出したい時にはパッシブとかの方が収まりが良かったりとかするのかなっていう、あと重ねていった時とかに後ろでうっすら広がっててほしいなんかクリーンのアルペジオとかちょっとしたストロークだったりみたいなものは逆にパッシブとかの方が合うのかなっていう気もちょっとしましたね。あとはそうですね、ちょっと今回の企画はエレクトリックギターということで撮りましたけれど、他の用途だとそうですね、なんかドラムのルームマイクとか、ちょっとオフ気味でこう無味乾燥じゃない一味を加えたい時にリボンマイクという選択肢があっていいのかなっていう感じのちょっと癖というか、特にさっき馬場先生おっしゃってたそのダイナミクスのピークをうまく抑え込んでくれる感じっていうのがあるので、なんか暴れない一味を加えるのにすごくいいのかなっていう感じはありましたね。いかがでしょう。好みの音のマイクは見つかりそうですか？比較用の SM57C414 と比べるとだいぶ違うんですね。リボンマイクもいろいろ特性があって楽しいです。次回も早く聞きたいです。ピータローくん、リボンマイク気に入ったみたいですね。次回パート2はクランチサウンド編です。楽しみです。皆さんいかがですか？好みのマイクありましたか？よろしければコメントにて教えてください。今回の動画が役に立ったと思った人はいいねとチャンネル登録お願いします。ピータローでした。またねー。